秋です。新しい家に引っ越してきました。この辺はもういらなくなったので他の友達にあげるものです。後でオレンジパウンドケーキを作れます。大通り沿いなんですけど結構静かです。で、この机を中古で買ってきたんですけど、ちょっといまいちいけてないのでいい感じに仕上げていこうと思います。さっきちらっと映ったマックが乗っていた机、あれはもう仕上げたのであんな感じに仕上げていこうと思います。このままでも色塗れるんですけど、ちょっと塗りにくいので分解していきます。色塗り終わったのでこのまま乾かしていきます。結構今回ムラができてるんですけど、これはこれで味があっていいかなと思うのでこのまま乾かしていきます。今回はコーヒーで染めていくので、一度このすでについてるワックスをヤスリで削ぎ落としていきます。もう表面の感じが結構違います。こっち側がヤスリをかけた方で、こっち側がまだワックスがかかってる方。元々の木の色になったね。そしたらコーヒーで着色する前に傷をつけていきます。傷をつけると使い込まれた家具のように見えるのと、あとは後でコーヒーで着色した時にそこだけ色のつきが良くなるので傷をつけていきます。傷をつけるのにはアイスピックでもトンカチでも何でもいいんですけど、誰でも家庭にあって使いやすいのはフォークでつけていきます。僕は粉コーヒーでやりますけど、インスタントでも大丈夫です。10分ほど待ちます。parce que そしたらフィルターを使ってコーヒーをこしていきます。僕はこのアイロプレスを使いますけど、普通のフィルターでも大丈夫です。完成です。そしたらコーヒーで染めていきます。
ました。そしたら最後にこれを塗っていきます。これは僕がずっと前に作ったオリーブオイルと蜂蜜、蜂の巣の中にある蜜蝋を混ぜ合わせたものです。で蜜蝋って結構売ってるものだと化学薬品とかなんかいろんなものが入ってるので、僕は作りました。比率は忘れてしまったんですけど、オリーブオイルを多めにすると結構柔らかくて塗りやすい。逆に蜜蝋を多めにすると硬いけどしっかりコーティングしてくれるようなものができます。これは革製品、この木の表面を最後に仕上げるワックスとしてだけじゃなくて、革製品とか、あとは僕は冬だと結構肌が乾燥するんですけど、真冬手とかに塗ったりすると結構感じが良かったり、あとは髪のワックスとかなんかいろいろ使えて便利なので、もし興味があったら作ってみてください。おすすめです。結構乾燥してるので木がねたっぷり塗っていきます。蜜蝋が乾いたので、新聞紙で余ったオイルと蜜蝋を拭き取っていきます。こんな感じです。